こんにちは、斉藤直樹です。最近ですね、無色転生にハマってしまいました。アニメも2期、1クール目が終了して、めちゃくちゃ面白かったです。僕はですね、もう実は待ちきれなくて、ラノベ版の方でね、全巻も読み終えてしまって、いやもう最初から最後まで本当にね、最高でした。今はですね、もう主人公のルーデウス君視点ではない、周辺世界の話である、六面世界の物語を読んでいます。もうね、ドハマり状態なんですね。でね、今回はそんな無色転生のキャラの中から、2期1クール目で特に活躍したヒロインの一人、シルフィーことシルフィエットさんのイラストを描いていこうと思います。一応ですね、ネタバレしないように注意しながらね、話は進めるつもりなんですが、一応ですね、アニメ2期の数話分ぐらいまでは見ている前提で話すと思うので、もう完全に何も情報を入れたくないっていう人は、ここでね、視聴をやめた方がいいと思います。そこだけね、軽く注意ですね。はい、それでは早速、描いていきましょう。シルフィーの顔を描く。はい。まずですね、シルフィーの顔から描いていこうと思います。やっぱりですね、キャラクターのイラストの大事なところは、顔が命っていうことで、最初にね、顔を可愛く描けるかどうかは、作品の最終的な良し悪しまで関わってきちゃいます。なので、最初に可愛いって思えるところまで顔にこだわるのは結構重要です。特にですね、僕シルフィーの顔のタイプは、あんまりね、描くのが得意なタイプではないので、ここでしっかりとこだわっておくことが結構大事なんだよなっていうことで慎重に進めています。一応ですね、シルフィーはアニメの2期ではフィッツっていう偽名を名乗っているんですが、視聴者から見たらフィッツの正体はシルフィーだっていうことはバレているという前提で物語が進んでいくので、普通にね、シルフィーって呼んで進めていきますね。これは別にネタバレじゃないですよね。シルフィーは種族的には人族と長耳族、それと獣族の血もちょっと混ざっているっていう混血の少女です。先祖返りでね、長耳族の特徴が濃く出ているので、耳がとんがっていて体もスラッとスレンダーなタイプなんですよね。はい、僕はどっちかっていうと丸顔の女の子の方が描くのが得意なので、ちょっとね、ほっとくと丸顔になってしまいます。なので、あんまりね、まん丸にならないように意識しながらラフを整えていきますね。まだ正直可愛くなりきれてないな。シルフィー感足りないかなっていう感じはあるんですが、体を描き足してみないと消えないタイプの違和感もあったりするので、一旦顔だけを描いていくのはここまでにして、体を描いた後に調整してみることにしましょう。はい、次に行ってみます。シルフィーの全身のラフを描く。はい、ここからは全身を含めてラフを描いていきましょう。長耳族の特徴は、さっきも言ったようにスレンダーでほっそりした体つきです。スレンダータイプなので、絵としては割と描きにくい部分があるんですが、その辺にも注意を払いながら描き進めていきましょうか。シルフィーはね、幼年期にはそういうスレンダーな身体的特徴に加えて、髪型もね、もっと単発だったので、ルーデウスからは最初男の子だって勘違いされてしまっていたんですよね。一度ね、生き別れになってしまってから、ラノア魔術大学で再会した時にも、もう一回ね、男性だと勘違いされてしまうので、それを考えると、主人公から2度も性別を勘違いされてしまうっていう、ちょっとね、これはルディを説教したくなっちゃいます。はい。ただね、少年っぽい体つきだからといって、彼女自身が少年っぽい粗雑さがある性格かっていうとそんなことはなくて、おそらくね、何人か出てくるヒロインの中でも一番女性的で繊細な内面を持ったキャラクターなんですよね。はい。シルフィンめっちゃ可愛いです。イラストは魔術を使っている姿にしたいと思っているので、手を前に突き出して魔力を指先に集中させているようなポーズにしていきます。ただね、あんまり力強く、たくましい手になりすぎないように、あくまでほっそりと、しなやかなシルエットを意識しながら、指先を整えていきますね。こんな感じ、こんな感じ。シルフィーはね、第2期では訳あって、男性の格好、男装をしています。さっきは、彼女の性別を勘違いしたルディのことを、説教したいって言っちゃいましたけど、シルフィーもシルフィーでね、男装していて、パンツルックでしたから、そういう意味では、勘違いしたのもしょうがないかもしれません。はい。スラッと長く伸びる足を、ややパースをかけながら、後ろに伸ばしていって、はい。ここでシルフィーのラフ、一旦完成ですね。後ろに共闘しているルーデウスの姿も描いていきましょう。ルーデウスのラフを描く。さあ、後ろにルーデウスの姿を描いていきましょうか。さっきシルフィーは線から描いていきましたが、こっちは色でシルエットから取っていくように描いていきます。
手前にキャラクターがいて、奥に人物を描くときは、シルエットから描いていった方が、手前のキャラで隠れている部分も想像しやすくて、描きやすいんですよね。ルディの目線は戦いつつも、やはりシルフィーの護衛もしなきゃいけないということで、彼女の方を向いています。シルフィーもね、ルディと別れてからの数年間、かなり過酷な人生を歩む中で、かなりの強さを身につけていると思うので、自分の身くらいは自分で守れる強さがありますが、ルディはね、そうは言ってもやっぱり心配でしょうからね。彼女の方に温かい目線を向けています。この世界では、人族、長耳族、魔族、獣族、それと竜族というように、かなり多くの種族が登場していて、しかも結構種族同士の混血も多く進んでいます。寿命も元の種族にかなり大きく影響を受けるようなので、シルフィーも長耳族の寿命、1000年から2000年までとはいかないまでも、かなり長い時間生きることになるんだと思うんですよね。そう考えるとね、ルーデウスと過ごしている時間は、彼女にとってはほんの短い時間っていうことになると思うので、なんかね、そこまで考えるとすごく切ない気持ちになってしまいます。自分事として考えたら、自分はね、人族なので、短い寿命が来てしまって、まだ若いシルフィーのような人と別れを告げる時が来たとしたら、いやー、なんて言うんでしょうか。この先の彼女の人生を自分が縛ってしまわないように、君は自由だ。僕に囚われすぎずに誰かいい人見つけるんだよ。みたいなこと言うんでしょうか。やめよう。なんか切なくなってきてしまう。はい。次行きましょう。ラフをさらに整える。さあ、ここでさらにラフを整えていきましょう。さっきので全体像が整いましたが、まだちょっとシルフィーが可愛くなりきれてないっていう感じがしたのと、あと細かい装飾や形は煮詰められていない状況もあったので、さらに形を整えていくフェーズです。描き慣れているポーズとか構図なら、この状態からいきなり線画でも問題はないんですが、今回は割と強めにパースがかかっていることもあって、少し詳細めにラフを描いていきますね。はい。短いですが、ラフをさらに整えて、いい感じのラフができました。と、この時点では思っていたんですが、この時点である悲劇が起こってしまいました。皆さんはお気づきになられるでしょうか？この絵に含まれる決定的なミスを。まさか、あんなことが起ころうとは、この時の僕には夢にも思っていなかったのです。線画を描く。さて、続きを描いていきましょう。次は線画ですね。ここまでは Photoshop でラフを進めてきましたが、線画はクリスタに移動して描いていきます。クリスタには強力な手ブレ補正機能があったり、ソフトがね、比較的軽かったりするので、線画を進めていくときには、特にクリスタは快適に作業を進めることができますね。ラフを結構しっかりめに整えたので、線を勢いよく描いていくことができます。線画はですね、ラフをなぞっていくだけの作業なので、そんなに語ることが少ないです。なので、ここはですね、僕が無色転生で好きな部分について勝手にね、語ってみようと思うんですけど、僕が無色転生が好きな理由が3つあります。はい。1つ目は、物語のスケールがでかすぎなところです。いやもう本当にですね、僕は無色転生、ある意味、ラノベ版の大河ドラマだと思うんですよ。物語の進行上、ちょっとした設定に思えるような描写が出てくることがあって、その場ではね、全く偶然のようにも思えているんですが、物語を読み進めているうちに、それが実は何十年前、何百年前の出来事に繋がっていることによって起きていたり、あとは全く繋がっていないと思っていたキャラクター同士が、実は思わぬところで繋がっていた、みたいなことがあってね、油断ならないんですよね。時としてそのつながりが10万年前とかまで遡ることがあるので、めちゃめちゃスケールでかすぎです。で、好きなポイント2つ目は、捨てキャラが全くいないっていうことなんですよね。この物語に登場するキャラ、特にね、パッと急に出てきたモブキャラみたいなやつとか、あとはね、憎たらしい敵キャラも出てくるんですけど、まさかこいつがっていうキャラが、後々ね、すっごいいいキャラに育っていったりするんですよ。特にね、僕がめちゃめちゃ好きなのは、ザノバ・シーローンっていうシーローン王国の第7王子です。彼はアニメ第1期の後半で登場する、もうね、まさにこれぞモブキャラっていう見た目をしたキャラなんですけど、第2期で再会を果たした後、そのね、期待をいい意味で裏切って、もうね、めちゃめちゃ重要な役割。いやもう、ザノバがいなかったら絶対につまらなかったわっていうぐらいいいキャラになっていくんですよね。はい。それとそういう意味では、ザノバの弟、パックス・シーロン、最初めちゃめちゃムカつくやつとして書かれていて、もうね、おそらく誰しもが登場
した時点で彼のこと大嫌いだったと思うんですけど、いや、これね、僕も意外だったんですけど、後々になって、こいつも本気で生きてたんだな、っていうぐらいには共感できる感じになっちゃうんですよね。複数の視点で色々なキャラに感情移入できる点でも、無色転生、本当にね、最高です。ハマってしまいました。さあ、線画が終わったので次に行ってみましょう。ベースの色でベタ塗りする。次はね、塗りつぶしだけなので、サクサクいっちゃいますね。まずはシルフィーから、設定通りどんどん塗っていきます。シルフィーはね、第1期の時点では緑色の髪色をしていましたが、第2期で登場した時には、魔力の使いすぎによって、本来は緑色の髪色なんだけど、髪が真っ白に変色してしまいました。なので、髪の毛を白色に塗っていきますね。羽織っているダークグリーンのコートもすごくクールで、白中心の配色を引き締めていて、めちゃめちゃかっこいいですよね。一方、ルーデウスが着ているコートは、彼の名前がルーデウスグレーラット、灰色ネズミっていう名前を表すように、灰色の地味な配色です。シルフィーとね、一緒にいるので、時系列を考えると、ラノは魔法大学の制服を着せた方が良かったと思うんですが、ちょっとね、配色的に赤も欲しかったので、入学前の服を着せてしまいました。はい。ヒロインの一人、エリスから10歳の誕生日のプレゼントでもらった杖、アクアハーティアを持って戦っています。はい。塗りはこんな感じですね。陰影を追加する。さて、次は陰影をつけていきます。どんどん完成に近づいてきましたね。陰影をつけると、キャラクターに存在感が増しますし、生きているっていう感じも増すので、すごく好きな工程です。でですね、さっき無色転生の好きなところ、3つあるって言って、実は2つしか言ってませんでした。3つ目の好きなポイントは何かっていうと、ラノベ版で読んでいると、作品をさらに楽しめるっていう部分です。いや、ですね、アニメ版で結構さらっと流れていたり、あれなんでこのキャラ急にここにいるのっていう部分もあったりするじゃないですか。例えばね、シルフィが幼年編の時に事件に巻き込まれて、で、アスラ王国で暮らすことになって、で、そこでフィッツとして強く成長して、で、そこからどういう経緯でラノは魔法大学に行くことになったのか、みたいな部分って、そこまで詳しくアニメ版では書かれていないんですが、いやー、ここもね、結構大変なピンチをくぐり抜けてきた結果だったりして、そんなことあったんかってね、物語のちょっと抜け落ちている部分を楽しむことができますし、あとね、これはちょっと個人的にめっちゃ大事なシーンだったんですけど、第2期の途中でね、サラっていう女の子が登場して、で、結構ほんのちょい役としてさらーっと流れてしまった感じがあるんですけど、サラだけにね、さらーってね、はい。それはいいとして、なんかアニメ版だけ見ると、結構ね、このサラ編は、もやもやしっぱなしで終わってしまう感じなんですけど、ラノベ版ではね、ルーデウスだけじゃなくてサラ視点でも書かれているので、若かりし頃に女の子に振られて、結構引きずった経験のある人にとっては、ここの話ってね、ちょっとね、ある意味救いがある感じにもなっているんですよね。女の子も傷ついてくれたんだ。みたいな、ちょっとね、ほのぐらいカタルシスが含まれているので、僕的にはね、若くてそういう思いをした記憶がある人には、ちょっとここ読んでほしいなって思っちゃいました。いやね、この時のサラの顔が、もう本当に絶妙な顔してるんですよ。はい。ということですいません。いや、今回はね、ちょっと、無色転生が好きすぎて、絵の描き方っていうよりかは、無色転生への愛を叫ぶ、みたいな回になっちゃってますが、語っているうちに陰影付けが終わりましたので、次、仕上げ作業に行ってみましょうか。エフェクトを書く。最後は、エフェクトの作業。具体的には、魔法のエフェクトを追加していこうと思います。今回メインとして書かれているシルフィエットは、無色転生の世界の中でも、回復魔法に関してのスペシャリストです。この世界ではね、魔法が大きな力を持っているんですが、魔法を使うためには、呪文を口に出す詠唱が必要不可欠です。なんですが、一部のキャラクターだけ呪文を口にしない状態、いわゆる無詠唱で魔法を発動することができるんですね。で、そんな中主人公のルーデウスは、その無詠唱魔術の達人で、ありとあらゆる魔法を無詠唱で使いこなすことができる、いわゆるチート級の能力を持っているんですが、実はですね、回復魔法だけは無詠唱では発動できずに、詠唱しなければ発動することができないんですよ。ちなみにこれはですね、物理現象を頭の中で想像できるかどうかが深く関わっているっぽくて、例えば魔法で雲を作り出すには、海が熱せられて、水が水蒸気に変化して、で上昇気流によって空に登っていって、
小さな水滴や氷の粒になって、そして雲が出来上がるっていうのを、ルーデウスは前世の科学の知識でなんとなく知っているから、無影響で魔法を唱えられるっていうのがあるんですが、回復、人の体を治すっていうことに関しては、医学的な知識が全くないので、無影響で回復魔法を唱えることができないんですね。なのにシルフィは、天才ルーデウスすら不可能な無影響回復呪文を連発することができるんですね。おそらくこんな芸当がするキャラは、作中を通しても数人しか存在しないので、それを考えるとシルフィ、ただのヒーラーだと侮ることなかれ、可愛いだけじゃなくてめちゃめちゃかっこよくて頼もしい、強キャラなんですよね。普段はね、照れ屋であんまり自分を表に出すことがなく、奥ゆかしい彼女なんですが、そんなシルフィーがルーデウスのことになると目の色を変えて、勝てなそうな敵にも突っ込んでいっちゃうんです。いやもうね、本当に好き。回復の色として緑を中心に据えつつ、地味になりすぎないように黄色など暖色もアクセントカラーとして散りばめていったら、プロ絵師が無色転生のイラストを描いてみた。シルフィーのイラスト完成。いや、やばい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 。ごめんなさい。最後にこんな悲劇が待っていようとは。すいません。冷静に見たら、シルフィーの右人差し指、なくなっちゃってました。うわー、シルフィーごめん。はい。回復魔法はお手の物のシルフィーですが、ここはミスした僕に挽回させてください。神なる力は芳醇の糧。力失いしかの者に再び立ち上がる力を与えん。ヒーリング。はい。ということで、回復呪文で右人差し指を生やしました。危ない危ない。では、改めて、プロ絵師が無色転生のイラスト描いてみた。シルフィーのイラスト、完成です。ルーデウスと共闘しつつ、おそらく目線の先にもね、仲間がいるんだと思います。こんなシーンはね、アニメ第2期の作中には実際にはありませんが、ちょっとね、妄想も入りつつ、シルフィーがパーティーメンバーを無影響回復魔法で高速で回復している、かっこいいシルフィーのイラストを描いてみました。はい、いかがだったでしょうか。また今回のイラストは背景のない、いわゆる白背景で仕上げてきましたが、実はこういうイラストを描くにあたっては、ネガティブシェイプを考えることが重要だったりします。まさか、ネガティブシェイプ知らないんですか？ちょっとそれ、まずいですね。はい。ごめんなさい、わざとらしくて。ということで、こちらの動画、ネガティブシェイプを知らない、それ相当まずいですよ。も、おすすめです。これを知ってるとですね、かなり絵作りが上手くなってしまう動画なので、ぜひね、見てほしいです。概要欄に URL も載せておきますね。お知らせです。動画販売サイト Vimeo にて、1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラムが販売中です。初心者でも絵の下書きから完成までサポートする内容、そして中級者のための少し突っ込んだ内容、上級者のお悩みに答える内容など、15本の取り下ろし動画をセットにしたサブスクではない動画買い切り型になっております。プロの翻訳家による正確な英語字幕もついていますよ。全巻セットでなんと4500円。1本からでも500円で購入可能ですが、全巻セットで購入すると、なんとスペシャル特典として大人気イラストレーター作者2さんとの線の描き方についての対談動画まで限定でついてきちゃいます。気になった方は概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。